自由が丘でニューニューヨーククラブというお店をやってます。フリカドユウスケと申します。うちのお店はニューヨークを代表とする、カジュアルフードですね、ストリートとかで売られているフードを中心に、ニューヨーク関連の雑貨とかも扱ってます。昔から、アメリカのカルチャーっていうのは大好きで、もともとファッションとかそっちから入っていったんですけど、大学の頃に一人旅をしてみて現地の空気感にやられたっていうのが一番ですね。多民族国家っていうのもありますけど、何もかもごちゃ混ぜで、そこから生まれるカルチャーっていうのがファッションだけに限らず全て刺激的で、もうハマっちゃいましたね。大学で行って衝撃受けてからそのまま就活の波に飲まれて全然関係ない企業にしまして、その時もニューヨークはもう好きすぎて休み取ってはしょっちゅう行ってました。こういう空気感、カルチャーを知って、なんていうか手の届く幸せっていうか、そういうのを表現したいなっていう思いが強くて、お店をオープンするに至りましたね。正直飲食営業のノウハウっていうのは全くなかったっていうのが実情でして、うちの妻も一緒にやってたんですけど、妻がどっちかというと料理好きだったり結構スパイス関連にね詳しかったので、自分が足しげくいった中で覚えている味をこうでもないこうでもないって持ち帰って再現してもらったっていうのがあります。一番人気なのがチキンオーバーライスと言いまして、フードカートとかで広まったものでして、ターメリックライスの上にスパイスで味付けしたチキンで、上にヨーグルトベースのソースと辛いソース混ぜて食べる、結構ジャンキーな食べ物です。あとはベーコンエッグチーズですね。もうニューヨークの昔からの代表的なグリルドチーズという向こうのお袋の味じゃないですけど昔ながらのものを提供しております。あとベーグルに関しても麻布十番に専門店ありまして、そこで全部手作りで作って本場のベーグルっていうのを再現して提供しております。デザートなんかも向こうのダイナーで提供されているようなデザートを再現していたり、あと最近人気なのはキャロットケーキですね。これはもう女性陣を中心に評判を得ております。ニューヨークって結構おしゃれなイメージありますけど、どちらかというと僕が好きなのはそういうローカルな空気感だったので、フットにあるような内装っていうのをイメージして作りました。向こうのデリとかをイメージして商品とかも揃えてるんですけど、向こうのデリに代表的にあるようなお菓子とかグローサリーですね。アパレルに関してもオリジナル商品とかの最近増やしてますし、ニューヨークのローカルなお店のマーチャンダイズとかも扱ってたりして、特にここでしか買えないものっていうのを意識して置いてます。この辺のクッキーもうちが自家製で麻布で作ったものを持ってきてますと。レッドベルベットってココアベースのクッキーとピーナッツバタークッキー、どちらも非常に人気ありますと。ソックスに関してはこれイージーゴーって言って、ニューヨークでの友達がやっているブランドです。これはブックワークスっていう、これもニューヨークのシュプリーム出身の人が立ち上げたブランドとのコラボモデルだったりします。この辺に T シャツ中心に販売してますと。これがナッシンスペシャルといってニューヨークで、日本人の子がやってるんですけどブランドになります。この辺に関しては、結構ニューヨークを象徴とするアイテムが全部並べられているデザインで、個人的にはドツボです。これもニューヨークで仲いい、オーナーがやってるブランドなんですけど、ブルックリンベストで言って向こうのフレーバーティーの缶ブランドがあるんですけど、そこが出してるロンティーでして、スタッシュっていう、僕ら世代では響くグラフィティアーティストがデザインしてるもの。ボディ自体もグラデーションがかかっていて、デザインもすごいイケてる。これは本当に日本でうちでしか買えないものです。おすすめです。この辺がもうオリジナルのアイテムですね。で最近結構うちのベーグルのキャラクターを作ったんですけど、これも結構女の子とかに人気ありますね。大阪出身のイブちゃんっていうイラストレーターなんですけど、最近頼んで作ってもらったキャラクターになります。これはもうずっと 2,3 年前から定番で作り続けてるんですけど、 T シャツ今ロンティパーカーとあるんですけど、全部買ってくれるお客さんとかもいらっしゃいますね。これももうニューヨークのデリに並んでるグローサリーですよね。この辺にちょっとしたジンも置いてます。全部ニューヨークテーマのものですね。エーロン・バンドロフというシュプリームのスケーターが作ってるジンになります。
ここは最近うちがジャーナルスタンダードさんと MTA って向こうの地下鉄会社なんですけどコラボさせてもらったアイテムをリリースしたんですけど、ペーパージャケットとこのフーディーですね。うちのもう本当に完全オリジナルで、この辺も MTA テーマで向こうで買い付けてるものとか一緒に並べて展開してます。これがですねスノーマンといって向こうのグラフィティアーティストですね。なんとうちのストアフロントを描いてもらったものになります。スノーマンでも僕が結構前からむっちゃ好きなアーティストでして、ワシントンハイツ拠点にしてるんですけど、ニューヨークでいうマンハッタンのアップタウンにあるんですけども、ハーレムより上ですね。そこで交流を深めて描いてもらうことに至りました。でこれはもうアートプリントになれて販売してるんですけど、ここに原画を飾ってますね。これ結構もう細かくて、モチーフとかもニューヨークのもう本当に日常にあるようなものをモチーフにしてたりして、結構自分は惹かれる部分もありますね。この辺も全部ニューヨークのアーティストのポスターであったり、写真ですね。あと自分たちが撮ったものもあるんですけど、向こうの有名なカメラマンがコロナ禍で撮ったニューヨークのコロナを象徴しているような風景の一角の写真です。とこれがいわゆるチキンオーバーライスの代表的なフードカード、ハラルガイズっていうんですけど、そこの場面ですね。どちらかというとフードカートとか自分の好きなニューヨーク写真を並べてます。これニューヨーク舞台の映画の DVD が並べてます。これなんかオーリナーズさんって結構自分もうほんと B 級映画なんですけど大好きですね。あとはもうキッズとか、初めてタクシードライバー見てあとニューヨーク行った時は正直結構ビビってましたけど、マンハッタンとか歩いてたら結構人も話しかけてくるし、いい意味でギャップはありました。今フード中心でやってますけど、ニューヨークのカルチャー全般的に障害するお店をやりたいってあったので、フード以外の分野にチャレンジしていきたいですし、興味あるのはニューヨークのフェスですね。うちだけじゃなくていろんなニューヨークカルチャーの知ってるお店さんを集めてフェスをやりたいっていう思いが強いです。We gotta keep waking up.